今回の動画は K170 のサーボテストです。フレームのみでテスト飛行した時にとても安定が良く、今までとは違うサーボと思っていたのですが、着陸指摘がついたのは3軸モードでホバリングしていたという裏話もございました。テスト用のサーボは K170 から取り外しました。調子の良い機体を分解するのは気が引けましたが、予備のサーボを持っていないので仕方ないです。テスト前にメーカーの組み立て不良で破損したサーボの耳の修理をします。修理は互換サーボから部品を外して取り付けるだけです。困ったことにまだこのサーボを一つも壊していないので、ジャンクサーボがありませんから作動するサーボから部品取りします。このタイプのサーボは同じ工場で生産してる感じなので部品も共通だと思いますね。ギアの違いも分かりません。アッパーケースも全く同じですね。ポテンショメーターを確認しておきましょう。黒いタイプが使われていますね。このポテンショメーターは K120 のサーボにも使われていました。K110S の初期型もこのポテンショメーターなのは確認していますが、現在のものは黄緑色になっています。右のサーボは互換タイプのサーボです。基板の型番も同じ V5 ですね。この写真は K110S 初期のサーボです。ポテンショメーターは黒ですが、基板の型番が V2 です。地味に改良が進んでいるようです。ユートラルの精度チェックはこのチャンネル恒例の方法で行います。計測針の長さなどは特に意味はありません。互換タイプのサーボも新しいものを用意しました。まずはこの互換タイプのニュートラル性能を見てみましょう。サーボの軸から 72mm のところでメモリ1つずれます。これは前に計測したのと同じ数値ですね。しかもどの角度でもメモリ1つずれます。この結果は初期の K110S サーボとほとんど同じです。ニュートラル性能はそれほど良くありませんが、作動に安定感はあります。このサーボはピタホバ選手権に使うサーボとしては頼りないですが、 3D フライトには十分すぎる性能ですね。 K110 に使うにはコネクタを変える必要がありますが、安いのでおすすめします。続いて K170 純正サーボです。サーボのニュートラル精度を確かめるのには、サーボを大きく動かしてすぐに戻すやり方よりもわずかに動かしてゆっくり戻す方がサーボにとってはきついテストになると思います。ニュートラルに戻る時の反動がないですからね。角度を変えてみましょう。この画角から見るとすごくニュートラル性がいいように見えます。サーボのニュートラル付近は間違いなく良いです。角度を変えるとメモリ半分ぐらいニュートラルがずれます。このサーボも着実に性能が向上していますね。実は最近の K110S のサーボもこれぐらいの精度が出てました。K110S のサーボのポテンショメーターは黄緑ですが、やはり黄緑色でもポテンショメーターのランクがあるようです。XK 社は良いサーボを自社の製品に使っているようです。これぐらいの性能になれば十分な気がしますね。ニュートラル精度がとても良い
9K110 の 1.9g サーボを総合的に超えた感じです。さらに精度を上げるにはメインギアの軸にベアリングを入れるしかないでしょう。最後にもう一つサーボをご紹介します。K120 のサーボに似た商品で300円程度で購入可能なものです。しかしニュートラル精度は最悪のものでヘリには使えません。あまりにひどすぎて動画を見せられません。飛行機には使えるギリギリのサーボです。でもポテンショメータを交換することでこの通りです。ポテンショメータは K120 のサーボに使われていたものです。良いポテンショメータを使えば良いサーボが作れるということですね。でもポテンショメータを良くしたらサーボの軸の性能もアップしないとジャダーが起きますね。これも問題です。今回は真面目に終わったわね。バッテリー交換の時にフロントカバーが外しにくいのでロック部分にスリットを入れてみました。矢印の部分を曲げて引っかかりをなくしました。分解したついでに 3D フライトが楽にできるように改造しました。電気関係を強化したので重量が 0.2g ほど重くなりました。